は、私たちの、最近の今回の、研究成果であるヒト肺炎病原菌で感染の鍵となる分子の構造を解明したということになります。それについてお話しします。待ってくださいね。で、副題ですけども、マイコプラズマニューモニエの接着活動抗原性変化のタンパク質というふうな副題をつけました。で、私は今ご紹介に預かりましたけども、大阪市立大学理学研究科、生物を専攻している宮田誠と言います。どうかよろしくお願いします。で、本成果のアピールポイントですけども、一つ目は、これは私はマイコプラズマの研究をしてるんですけども、マイコプラズマ学40年来の夢だった構造、それは NAP という名前をつけてますけども、NAP は何かというと、マイコプラズマも、気管に感染する肺炎を起こす病原菌なんですけども、今私たちを悩ませている新型コロナウイルスで言えば、いわゆるスパイクって言われている構造、それに相当するものを私たちがついに原子レベルで明らかにしたという研究成果です。で、こちらが皆さん今よく見られるコロナウイルスの模式図になります。この、スパイクと言われているのはこの赤い部分ですから、これに相当する最も重要なマイコプラズマの病原性で最も重要な構造を明らかにしました。で、2つ目のポイントはすごい大変なたくさんのデータと研究が必要だったですから、9つの研究機関による国際共同研究として行われました。で、その成果はこれ今からお話ししますけども、マイコプラズマは結合と活動っていうことを行うんですけども、それを解明するための、非常に大きな一つの到達点になります。それでもう一つはすぐお分かりいただけると思いますけども、この構造をもとにして薬やワクチンのデザインをすることが可能になりました。で、マイコプラズマ肺炎ですけども、日本でだいたい毎年数万から数十万人が発症しており、ヒト市中肺炎、市中肺炎っていうのは、病院で患者さんがなるような肺炎ではなくって、健康な私たちがかかる肺炎の10から 30% を占めます。で、それマイコプラズマ肺炎ですけども、それはマイコプラズマニューモニエという細菌によって起こります。で、これすいません、コロナ前ですから、比率ずっと下がってると思います。コロナ肺炎も流行ってますし、皆さんがこうやってしっかりガードしてますから、多分マイコプラズマ肺炎はまだ記録っていうかその報告は出てませんけども、すごく下がってると思います。まあいいんですけど、それで記憶に新しいと思いますけど、2010から2011年にこれ世界的なこれまでで最大と言われている大流行が起こりました。で、その時にマイコプラズマって何ですかっていうふうに言われてたんですけども、マイコプラズマ結構そのお友達がかかったとかご家族がかかったとかで市民権を変な言い方ですけど市民権を得たということですね。で、2012例えば新聞にもよく話題になって2012年に例えば天皇陛下も感染した最小生命体っていうこういう記事ですけども、こんなのがよく出てました。で、これがマイコプラズマの、ヒト肺炎を起こすマイコプラズマの電子顕微鏡像です。で、ここのすいません矢印を自分でここに赤く入れたんですけども、これが人が作った培養細胞で再現した、気管上皮細胞、そしてこれが気管の繊毛で、そしてここに下にくっついているこの三つ股であったり、あるいはちょっと繊維状のものであるこのちっちゃい生き物がマイコプラズマです。で、これはタイムラプスビジョンという会社が作った、これは製薬会社が自分たちの薬のプロモーション用に作ったビデオですけども、でこれの前のバージョンのやつを私が監修したんですけども、でここに今お話したマイコプラズマの病原性としての特徴がよく表されています。で、これコロナウイルスと一緒で飛沫感染で気管に入って、そしてこれ今気管上皮細胞に到達しました。で、これがいわゆる繊毛なんですけども、でこいつが異物を排出するんですね。ところがマイコプラズマはこれに入りついてピューッと動いて私たち宿主の細胞の表面に来てで増殖するわけです。
でこれがすごいけしからんことにですねある因子を出しまして、でこれが私たちの気管上皮の繊毛を細胞を傷つけることなく繊毛だけ脱落させてしまいます。で、これ非常に不思議なんですけどもそうですね百日咳毒素かなんかも百日咳かなんかも似たような毒素を持っていて、この仕組みも面白いんですけども最近解明されました。それででですねマイコプラズマ学40年来の夢って書きましたけども、1982年私は全然マイコプラズマのことも知らないような大昔ですけどもこの時に非常に大きな発見があってですね、このマイコプラズマの病原性の最も重要な部分を握るタンパク質複合体、それ今 NAP 複合体って言われてるんですけども、それが発見されました。でこの年は年配のマイコプラズマ学の先生に聞くとものすごいインパクトがあった年だったということで、その内容がですねネイチャーとサイエンスと、これはアメリカ微生物学会の非常に重要な雑誌ですけども、それに相次いで3つのグループから独立に今からお話しするNAP 複合体がマイコプラズマの感染の鍵を握るっていうことがその報告されたわけですね。それでこれがそのマイコプラズマのこれはさっきのビデオでお分かりいただけると思いますけども片方がとんがってる側にくっついて動いてるんですけども、その動く側の模式図です。とんがってる方の模式図で今回の研究と直接関係ないんですけども、これ接着滑走器官っていうふうに言ってますけどもそうですね接着器官っていう方が多いかな。で内部構造があって、そして、その膜の外側の表面にある表面構造があります。でそれとは別にそれのうちの表面構造の主要な部分が NAP って言われているもので、今回の成果のものですけども、でこれ3D プリンターで作った模型でこちらにこれちょっと違うものですけども3D プリンターで、カメラの方を向けるとこんな風な感じになります。でこの赤いポチポチとなんか丸く見えてる丸く表現しているものが NAP 構造になります。でこの NAP 構造が滑走やあるいは接着に重要であるということを端的に示すのがこちらのビデオになります。でこれリアルタイムのビデオでマイコプラズマが滑走運動をするんですけども、そこに途中でこのビデオの途中でですね NAP の働きを止めてしまうような物質を添加してるんですけども、そうすると外れてしまうわけです。これ今みんな滑走してるんですけども、ここに今かけました。で今かけると効果は極めて顕著でバラバラバラっとまず滑走が止まってでバラバラっとガラスから外れていきます。でこのことからも結合あるいは滑走あるいは感染に NAP が極めて重要だということがお分かりいただけるかと思います。で私たちはマイコプラズマの滑走運動の研究を主な生業としてるんですけども、でここにさっきお示したこれがその滑走と接着の装置です。でこれが細胞膜ですけども、その細胞膜の中にこれが内部構造があって、でこれが NAP 構造ですね。でこいつはですねこの NAP 構造がこれは宿主の私たちの細胞の表面と思っていただいていいんですけども、宿主の表面にはシアル酸オリゴ糖っていう構造がいっぱい出てます。でインフルエンザウイルスもそうですしマイコプラズマもそうですし、その一番動物細胞の表面にある構造を認識して掴んで、マイコプラズマの場合にはそれを引っ張って動くわけですね。だからこれ私たちが考えてるこんな仕組みで動くかなっていう模型モデルですけども、こういうふうに動くというふうなことになります。これは後伝えさせるとそうですけど必ず前方向にしか動きません。でこういうふうになります。でですねですから今言った NAP 構造が結合も滑走運動も、そしてさらに今からお話しする違うことも抗原性の変化とかも起こすんですけども本当に重要なマイコプラズマの生き物としての特徴も、そして感染のメカニズムも全て
ではないけど、もう一番重要な部分をナップ構造が担っているというふうに考えられます。みんなそういうふうに考えてきました。それで40年代の夢が実現して、その構造が原子レベルで明らかになりました。で、研究はですね、今回ネイチャーコミュニケーションズに発表になる論文がこれですけども、ここに書いてあるこの赤線で引いたのが、日本のグループのメンバーで、それで主に私たちと大阪大学と、そして国立感染症研究所ですね、日本では。それであとはスペインのバルセロナの町にあるいくつかの研究機関のグループ、それが5つ、そしてドイツのグループ1つで、全部で9つのグループで行った研究です。で、研究内容はこのように、まず最初にクライオ電子顕微鏡と X 線結晶構造解析でもって構造を明らかにしました。で、その結果、全体のナップの形状が明らかになりましたし、あるいはシアル酸オリゴ糖、要するに宿主のどの部分で宿主に結合しているかということも分かりましたし、あるいはそれに対して阻害するような抗体があるんですけども、それがどこに結合しているかも分かりましたし、あるいはこのナップの表面がですね、変化して宿主の免疫反応から逃れるんですけども、どの部分が変化してどの部分が変化できないかということを明らかにすることに成功しました。で、これはですね、で実験は、日本での実験は私たちと、そして大阪大学の南波先生たちのグループと行いました。で、これは2015年にはナップそのもの、ナップに注目したのではなくて、細胞に注目して構造を明らかにしてます。で、これその時にも成果をプレス発表させていただいたんですけども、これはクライオ電子顕微鏡の低解像度で見る方法で明らかにした細胞の構造ですね。で、この銀色でシルバーで見えているところが細胞膜ですけども、今回お話しているナップ構造がこの赤い部分で、ただこの方法が問題があって、この像を傾けて見るもんですから、横方向にこう伸びたような形になっています。で、実際にはこの伸びたような構造ではなくて粒のような構造です。で、こちらが大阪大学にある電子顕微鏡で、こちらがこの撮影と、そして構造解析を行った阪大の川本さんと、それでこれタンパク質をいろいろ作って、その活性を測って、で見やすいタンパク質を作って提供していたうちの大学院生の松本さんですね。で、得られた構造がこちらになります。で、こちらがヨーロッパで明らかにした X 線で明らかにしたナップ構造のうち、ごめんなさい、ナップ構造のうち大きいタンパク質2つと同じものです。小さいタンパク質2つで後ですぐ言いますけど、4本のアメリカンドッグが根元で束ねられたような構造をしてるんですけども、その大きい方の構造を明らかにするのが難しかったんです。で、それはこの X 線の結果と、そして電子顕微鏡の結果とを合わせることによって見えにくいところを双方補完して全体像を明らかにすることに成功しました。で、何遍も言いますけども、4本のアメリカンドッグって書いてますけど、こちらがマイコプラズマの細胞で、こっち4つのこんなようなものがですね、4つこうくっついてこれはこの大きいタンパク質、これは小さいタンパク質で、裏側の小さいタンパク質は見えてませんけども、そういうことになってます。で、こちらが人の宿主の細胞でシアル酸オリゴ糖という構造をここで捕まえます。で、これは私たちの必殺技で3D プリンターで何でも構造を明らかにしたら作るんですけども、でこれを回していただいたらめっちゃ近づいたね、こんなものってことは分かると思います。それででですね、今言ったように4本のアメリカンドッグみたいなものなんですけども、それの先端のですね、ここの3D プリンターで赤く塗ったところですけども、ここの部分にシアル酸オリゴ糖をつかむ部分がありました。拡大するとこうなります。で、それでさらに拡大するとこうなって、こちらがタンパク質の構造で、こちらが私たち人の宿主の方の構造ですけども、これがどのアミノ酸がどういうふうに結合しているかということが明らかになりましたから、これで薬をドラッグのデザインをすることができます。で、あとですね、さっきも言いましたけど、このナップ構造に結合して活性を阻害する抗体がいっぱい取られてるんですけども、それが
このナップ構造のこちら大きい方のタンパク質ですけども、ほとんど大きい方のタンパク質に結合するものなんですけども、それがどこに結合するかということも明らかにできました。でさらにですね、今度はナップ構造はマイコプラズマの表面に出ていて、そして形を認識しやすいんですね。ですからしかもそれを認識してやっつければマイコプラズマは感染できないんですから、だから私たち宿主はですね、それに対する抗体をいっぱい作るわけです。ところがそしたらマイコプラズマはそれでやられたらもう全然感染できないから、どうするかっていうとそのナップのタンパク質の表面にある部分を部分的に別の配列に別の構造に変えてですね、そして抗体がくっつかなくするんですね。でそれでその抗体がくっつかなくなるその変化が起こっている部分がこのナップの中でどこにあるかっていうことをマップすることができました。でそれがこの色を塗った部分で、なんだ全体じゃないかっていうふうに私たちは思ったんですけども、よく見ると変化のないところがありますから、ですから例えばワクチンを作る時にはこことここの構造を元にしてワクチンを作る、あるいは今は抗体を使った抗体薬がありますから、抗体薬を作る時にもここの部分をターゲットにしてやればマイコプラズマがどんどん変化しても効かなくならないようなワクチンや抗体薬になると思います。で以上大体時間通りできましたけど、今回のアピールポイントがこんな感じで、内容も含めてご紹介いたしました。ご清聴どうもありがとうございました。